およそ138億年前、宇宙は極めて高温かつ高密度の状態から膨張が始まりました。これがビッグバンです。では、その前には何があったのでしょうか。驚くことに、この問いは単にわからないでは終わりません。科学者たちは今、この問いに真剣に答えようとしています。まず、最も厄介な事実から見てみましょう。現在の物理学では、ビッグバン以前を説明することができません。時間と空間そのものがビッグバンと共に始まったからです。ビッグバン以前を問うことは、北極点の北はどこかと問うのと同じだと、物理学者スティーブン・ホーキングは語りました。方向そのものが存在しない問いなのです。しかしこれは、科学が諦めたわけではありません。むしろ、最も創造的な理論がここから生まれました。一つ目の理論。ビッグバン以前という概念そのものがなかったという理論です。ホーキングと物理学者ジム・ハートルは、ビッグバン以前には時間が存在しなかったとする無境界仮説を提案しました。この理論では、宇宙に始まりの点そのものがありません。まるで地球の表面のように、橋も境界もない構造です。南極点からさらに南へ行けないように、ビッグバン以前へ遡ること自体が意味のない問いとなるのです。二つ目の理論。以前にも宇宙があったという理論です。ビッグバウンス、循環宇宙論です。一部の循環宇宙論では、宇宙がいずれ再び収縮した後、新たな膨張を始めると考えます。ビッグバンは始まりではなく、前の宇宙の崩壊と新しい宇宙の誕生の間の瞬間だというのです。この観点から見れば、私たちが住む宇宙は、数えきれないほど繰り返されてきた宇宙のうちの一つかもしれません。三つ目の理論。ノーベル賞受賞者ロジャー・ペンローズの等角循環宇宙論です。宇宙が膨張を無限に続けていくと、すべてのブラックホールがホーキング放射によって蒸発し、最終的には粒子すら残らない状態になります。ペンローズは、この極度に均一化した状態が、再び新たなビッグバンの出発点と数学的に同一であると主張しています。現在の宇宙の終わりが、次の宇宙の始まりとなるのです。宇宙背景放射の中に、前の宇宙の痕跡として解釈できるリング構造が主張されたこともあります。ただし、この解釈をめぐっては科学界でまだ議論が続いています。四つ目の理論。永遠のインフレーションです。ビッグバン直後、宇宙は極めて速い速度で膨張しました。このインフレーションが一部の領域では今も続いている可能性があります。まるで終わりなく泡が生まれ続けるように、膨張する空間のあちこちで新たな宇宙が次々と誕生しています。この理論によれば、ビッグバン以前にも別の宇宙が存在しており、私たちの宇宙はその泡宇宙の一つに過ぎません。私たちのビッグバンは、終わりのない宇宙生成プロセスの一部に過ぎないのです。では、私たちはいつかこの問いに答えることができるのでしょうか。現在、複数の研究チームがスーパーコンピューターや量子重力理論を用いて、ビッグバン以前を説明しようとする研究を進めています。ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は、ビッグバン直後の初期宇宙の姿を観測しています。ビッグバン以前の痕跡が、初期宇宙の構造の中に隠されている可能性も研究されています。結論。ビッグバンの前に何があったのか、まだ誰も確かなことは分かっていません。以前の宇宙があったのかもしれないし、時間そのものが存在しなかったのかもしれないし、今この瞬間にも新たな宇宙が生まれ続けているのかもしれません。しかし、はっきりしていることが一つあります。科学はこの問いを諦めてはいません。宇宙の起源は、人類が投げかけることのできる最も大きな問いです。そしてその答えは、私たちが思っているよりもはるかに奇妙なものかもしれないのです。現実より面白い想像、ずっと気になっていたこと、ありませんか？コメントで教えてください。次の動画でお答えします。チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。